はい、こんばんは。時間になりましたので、始めたいと思います。ドロです。よろしくお願いします。今日は音が鳴ってないと思うので大丈夫かと思います。はい、多分。はい。ではですね、鳴ってる。ちょっと待ってくださいね。鳴ってる。これ、鳴ってるの、多分。はい。時間差になりました、今。はい、OK です。しました。はい。しめじさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。前回ね、またね、BGM がね、二重に、起こってしまった事件がありました。で、あんまり気になってない方は、もう最近ね、音響とか全然、ほら、みんな優しいので、言わんくなったのかなと思って、僕後で聞いたら、BGM が重なってるとか、本当にむずいですね。TikTok と両方でやってるのもあるんでいけないんですけどね。はい。でも、本当いろんな方に、こうね、楽しく聞いていただきたいなって思いだけでやっておりますんで、よろしくお願いします。チュメディさんまた今日もちょっと見ましたよ、あれ。将棋のやつ。本当真面目ですね。はい。どうも KK 様、はい。よろしくお願いします。はい。本当だらだら喋ってる、なんていうのかな。なんか、内輪みたいな感じで、ここ、アットホームにやってますので、勉強不足のとこもあるので、皆さんでね、協力しながら、突っ込んでいただいたりとかするような、ライブになりますので、よろしくお願いしますね。はい。もうなんか、プロじゃないです。あと、なんていうか、炎上商法とかではないので、はい。はい。とんでもないです。はい。本当あとポストプライムやっぱりもう2時間か3時間前ぐらいで、もう携帯スクロールすると、あれですね、ダメですね。もうなんていうの、ショートしちゃうっていうか、はい。もう1日前まで全然見れなくなったので、最近全然ポストプライム諦めちゃいました。すいません。しめじいさんがたまたまこう、近く、このね、9時とか8時とかで、出してらっしゃれば、こう、見れたとかのやつ、過去のやつがちょっと、なかなか見れなかったりします。はい。iPhone 変えた方がいいのか、ちょっと本当に。でもな、もうね、SE とかまだ高いからな。すごい。はい。ずっと、今日のテーマとか、決算シーズンね、まだ、ピーク迎える米国株ですけども、そちらについても当然やっていきたいと思っています。から、今日は最初に、すいません、別に告知じゃないんですけど、やっぱ教育関係で、やってるということで、最初にこの、おぎママの話からさせてもらって、ちょっとお花さんどうも、こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと、おぎママの話から流れて、僕のね、ちょっと、家庭教師の話もさせてくださいね。ちょっとだけ。今日それで、あと、相場の方行きますので、ね、お願いします。まずですね、ここにおぎママを出していたのが、何かっていうと、今日の記事で、教員不足に嘆き、採用倍率は過去最低、全員合格、質を保証できないっていう、記事になります。これ中身を見ると、何が書いてあるかというと、小学校の教員採用試験の倍率が 2.6 倍なんですね。3倍以下になると質は確保できないと言われてますから、これじゃどっか飛んでっちゃった。ちょっとごめんなさいね。どっか今飛びました。はいですね。はい。これじゃ全員合格です。質を保証できるわけがありませんと、おぎママは言っているということなんですね。で、その、人気の低下の原因として、過酷な、労働現場、行き過ぎた管理主義、上下、持ち帰る、仕事の多さとか、いろいろ言っています。で、なんとか緊急に手を打たないと、法教育が崩壊してしまいますと訴えたという、おぎママの話です。で、まずこれ何を出しているかっていうと、僕は実は小学校の教員免許の大学に行って、それから
教員採用試験受けようか、学習塾。ネツさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。ちょっと最初変なうんちく入ってますけど、気にせず聞いてくださいね。はい。僕教員養成課程が小学校の社会科だったんですね。で、当時僕の時に、教員採用試験の倍率が、小学校が、4倍くらいで、県によって全然違ったんですけど、それでも浪人してでも、入る子とかね、いた時代もありました。で、今は2.6 倍っていうことで、これ、養護学校とかもっと低いです。養護学校、養護教員とかは、今確か1倍くらいですね。はい。で、これ何で原因かと、小木ママは、確かにこういう形で過酷な労働現場とかいろいろ言ってるんですけど、これね、実はね、僕もまたもう一個ね、大きいことがあると思います。なんで、先生をやりたがらないかみんな。今の子供たちって、ちょっと言い方悪いですか？発達障害のグレーの子たちがすごい増えてるんですよ。どうも、しのめさんこんばんは。よろしくお願いします。最初ちょっと、うんちくされてますけど、すいません。はい。トイダさんもどうもどうも。風呂上がりで気持ちいいですって。俺今風呂あれですよ。あれっす。沸かしてきたんですよ。いいですけど、寒いなと思って、家庭教師から帰ってきて、準備しなきゃと思って、で、風呂は溜めてるんですけど、いやー、もう、じゃあ何ですか、ドリフターズでも歌えますか？あと、知らないか。はい、でですね、この採用試験の方とかの原因の中に、その発達障害の子たち、これ別に発達障害が悪いってわけじゃないんですよ。集団行動に対して発達障害の子っていうのは、とか、あとグレーの子っていうのは難しいんですね。だから今、特に低学年とかだと、小学校は3分の1ぐらい、いい湯だな。分かってますね。はい。そう。真面目な話してるのに。はい。で、やっぱ、何かっていうともう集団行動とかかなり難しくなってきてるんですね。勉強以前の問題っていうか、その一人一人がもう、別に個性も言われてるんですけども、右向け右の時代ではないんですよ。そうすると、もう、1学級で、30人とかってもう絶対もう無理なんですよね。はい。小学校の。だって、保育園とか幼稚園だって多分定員だとか、一人に対して何人児童を入れるかとかって決めてるじゃないですか。で、学習塾だってもう一斉授業の、例えばサナルとか、ああいうとこも予備校だって少子化に向けてとか、そうですけど、一人の先生に対してどれだけの生徒を見れるかっていう問題になってきてるんですね。となると、質って言ってるより、もう、一人に対してどれだけ、もう変な話、個別授業みたいにしないと、もう難しいっす。とか、やりたがらないと思います。だから、もう確保っていうよりも、もう教育の仕方、オンライン授業と個別指導じゃないですけど、形変えていかないと多分無理じゃないかなと思います。やりたがらないです。看護婦さんも、やりたがらないって言いますけど、先生もね、小学校はやりたがらない。あと、高校はまだやりたい人はちらほらいます。だから倍率は高いですね。はい。形が変わらないと、教員の質がどうこうって言ってるじゃなくて、制度が変わらないともう難しい。個別対応しないと難しいなと感じてます。その点、中国とかは割ともう早いですね。逆に個別って家庭教師行き過ぎた、少子化なので、中国は、人に対してお金かけすぎちゃっていて、で、テンセントも、それで教育問題で、ね、問題になったりとか、テンセントゲームしてあったり、週末2時間しかやっちゃいかんとか、そういう話がありましたよね。はい。で、この流れを受けて別にそういうわけじゃないんですけど、これは少しでも、今小学校でももうそろそろ、僕も今発達障害の子とかも見たりいろいろしてるんですけど、何か
自分も、できることはないかなと思って、今回、実際今、やってるんですけども、ポストプライムの方に、YouTube の方にも今日出したかな。ポストプライムの方にこの、買いました。週末家庭教師とか、兼業トレーダー YouTuber とかって書いてあるんですけど、ここに、はい。TikTok はいいんですけど、これ、オンライン家庭教師、中学、高校、社会人をスタートしますと。で、最初の投稿に、概要を記載しますということで、ここの最初の画面、皆さん、見ていただいた方も多いと思うんですけど、Apple の、前ね、ジョブズのやつですね。で、ここにもう、先生のプロフィールを僕の、昔から出している家庭教師サイトの登録画面のプロフィールをもう出しときました。はい。で、これ、ここは何かというともう僕の結構プロフィールが載っています。はい。名古屋市でこういうことをやっていてとかそういうことが詳しく載っています。で、登録画面でZoom によるオンライン家庭教師をスタートと。で、もう今実は僕は前から去年コロナの関係でもう家庭教師をやっているので、私の世代と発達障害に理解がない。そうですね。はい。すっごい多いですよ。もうめっちゃ発達障害います。言い方ちょっと悪いですけど、グレーな子が多いんですよ。なんていうのかな。明らかに挙動がおかしいとかじゃなくって、もうちょっと空気が読めない、昔で言う空気の読めない子っていうのの、学力が極端に低いバージョンとかね。いろいろあるんですよ。はい。本当ですよ。なんで、今、ちょっと別にで実は家庭教師の要望もちらほらご指名をいただいていて、僕も個人でやっている登録サイトなんですけど、発達障害の子たちとかも、家庭教師を取ったりとか、お金がかかってしまうね、どうしてもあるんですけど、で、僕は、プロなんですけど、そういう、資格も持ってます。発達障害の、コーディネーターっていう資格も取ったんですけど、で、一応、ここに、小学生から高校生までっていう形で書きました。あと、社会人の方も、以前、実は僕は、東京、言っていいのかなこれ。大丈夫ですよね。東京アカデミーっていう、知ってますかね資格とか、大原とか専門学校とかありますよね。資格を取ったら、大原とか、あれ今やってないかなで、東京アカデミーは、昔チュートリアルが宣伝してたりとかしてたんですけど、そこの講師をしていて、数学なんですけど、SPI 試験ってわかりますかね社会人とか、例えばなるときに、就職試験とかで、例えば公務員試験とか教員採用試験とかで SPI 試験っていうのを受けるんですね。で、そこの、非言語って言って、数学でも、ちょっと変わった数学やるんですよ。数的推理って言います。数学の文章題みたいなやつ。あれ結構難しくて、その講師をしていた経験が3年ぐらいあって、それも合わせて、社会人の方、3人ぐらい今まで家庭教師で見たかな。それもせっかくなので、社会人も載せちゃおうということで、SPI 試験とか非言語、それから、今、投資のこともやってるので、一緒にスキルアップして勉強していきましょうということで、ここでちょっと対象者を載せさせていただきました。指導料、これ間違えてるな、俺。指導料週1回90分、時給って書いちゃったんです。時給2500円って書いて、すいません、これ、1時間2500円、時給じゃねえ。1時間2500円って書きました。そういう形で、いつこういうのがあるかわからないんですけど、またなんかあった時には、で、これ、すいません、ポストプライム、TikTok の方はね、載せちゃってるんですけど、TikTok 載せると、仲介料取られちゃうので、ここにポストプライムの方は、もし希望がある方とかは、仲介料取られると、ここ言っていいかわかんないです。ここのサイトで通ると仲介料取られちゃうので、僕個人で直接言ってくださればっていうことで、お金はその仲介手数料取らないですので、もう入会金とかもないので、基本は
1時間いくらだけはい。入会金も何もねえです。もう1時間2500円だけで、あと交通費がある場合は飛びますけど、ズームとかだったら、いらないので、多分。はい。もう1時間2500円だけでいいかなと思っております。という話をしたかったです。はい。すいません、宣伝みたいになってしまって。はい。まあ、関係ねえっていう人いっぱいいると思うのでね。もしなんかこう聞いたことあるなか、と思ったら、このプロフィール見ていただけると嬉しいなと思いました。YouTube の方はこの下に載っております。で TikTok の方は、今 TikTok ライブもやってるので、一応、説明とか、この、プロフィールの下のところが愛知県の、ティーチャーって書いてあるので、ここに載せてるので、これ、TikTok の方は知らない人がポーンと載せちゃうと、これ登録とかをやっちゃうと、多分、なんていうのかな。登録ボタンに行ったりとかするので、まあ、むやみに押す人いないと思うんですけど、たまにやっぱり、わけがわからず押しちゃう人がいると思うんで、多分押すと登録してくださいねとか言われるから、まあこれはこれでいいかなと、やべえと思うかもしれないのでね、説明した方がいいかなと思いました。ということです。はい。まあ一応告知というか、こういう記載の説明をさせてもらいました。はい。いいですね。はい。それではですね、話をビューッと進みたいと思います。おぎまま出ちゃった。はい。まず今日の、特集ですけども、この振り返りからいきますね。金曜日の、これ月曜日だ。月曜日すごかったっすね、これ。ナスダック。半導体も。これビビりました。金曜日は上がって、週足で、ほら、いい形で終わったから、これ、もしかしたら売られすぎてるかなっていうことで、こう、買い戻しとか、あともしかしたら一部 FX をやってる方とかが、レバレッジかけていて、なんかショートカバー的な上がり方、最後したような動きをしていたので、まあ金曜日はなるほどなと。月曜日のこれはね、ビビりましたよ。もうちょっと寝てましたけど。終わってから気づいたんですけど。今日本当に、まあ今ダウがね、0.2、0.1、プラスになりましたよ、ここ。ちょっと面白くないです、ここ。ね。という状態。今日11時半から楽しみですね。はい。ただ、10年国債がなんかキュイッと上がってるのが気になる。はい。日経は27,000。もうね、相変わらずですね。まあ27,000でもう僕ね、いいんじゃないかなと思ってきました。はい。日経に期待する自体、どうかと思いますよ。本当に。ショートするかロングするかって、そういうトレードなら使っていいと思いますけど。マザーズも、ちょっとね、下げ止まってると思うんですけど、でもここから上がり続けるかっていうと、マザーズもまだ苦しいはず。はい。全体的に今、まだ苦しいのは間違いないので、米国株も、今もチャンスでこれから上がっていくって誰も言えないっていうか、3月ぐらいのね、利上げのところまで誰も言えない、と思ってます。辛抱する時もやってくるかなと思いますね。はい、もう今日ちょっと振り返りから先やって、相場に向けて、で、あと、注目の、株の、決算のこともちらっと話をしていきたいなと思います。ジム・クレーマーさんとか見てます皆さん。見てないかな僕ちょっと、月曜日のマットマネーかなんかちょっと見ました。なので、結構、もしジム・クレーマーさんの、動画見てる方は、もしかしたら僕も考えが似てるとこがあるので、ちょっと紹介するかもしれませんけど。で、中国が休みですよね。ここが。中国、香港、ついに正月来ましたね。この正月明けて頼むよって感じです、もう中国は。はい。下げましたので、春節前で。明けて木曜日かな。どう来るか。ただ、CFD は香港かなんか動いたのかなちょっと上がってましたね。はい。インドはちょっと戻してます。ヨーロッパは動いていて、ちょっと、
木曜日ロシアやるかな。ちょっとわけわかんない動きしてますよね。やっぱ当たり前ですけど。ユーロも戻してます。ただボラティリティが本当今高いです。ドイツもユーロもめちゃくちゃ高いです。ちょっとトレードとしては難しい、状態が続いてますね。ヨーロッパも。はい。トルコがまた安定してます。南アフリカ戻しましたね。はい。ボベスパはそのままです。ハードコモディティですね。ゴールド、シルバー、なんだシルバーこれ。プラチナ。なんかこのシルバーとプラチナが上がっているってことは、これちょっと勝手に思ってることなんですけど、シルバーとビットコインって似た動きするんですけど、気のせいですよね、きっと。たまかな？なんだろう。このね、そう、似てる。ゴールドとシルバーはたまにこういった上がってるけど、乖離するっていうか、シルバーの方が動きが極端なんですよね。ボラティリティが高い。ビットコインと似てる。これは僕の勝手な想像かもしれませんので、すいません。で、パラジウムとプラチナが乖離してますね。珍しい。パラジウムとプラチナ同じ動きをしだすけど、パラジウムが下げてるのが何かの理由があるはずです。これだけおかしいです。テクニカルはちょっと見ないです。木曜日、ちょっとやりたいと思いますね、コモディティは。はい。ゴールドは相変わらずレンジの中にいると思います。1760から1830のレンジにいると思います。やっぱ下げてきて戻してますね。ソフトコモディティいきます。大豆、コーンがやっと下がりましたけど、まだ下がりきってない。小麦もまだ下がりきってない。ココアが爆発しました。これ、コーヒー、ココアは先週下げてるので、普通に戻したっていう感じかもしれないですけどね。はい。大豆がちょっと跳ねてますけど、1500の値まで来ましたね。まだちょっと、ここは高止まりかなって感じですね。ビットコインとかです。これもうちょっとだけ嬉しかったのは、ビットコインもね、まだわかんないですけど、4万ドルのとこまでキープをしてくれてるかなっていう状態。それから、イーサリアムがちょっとだけ3000ドルに行ったかなっていう。わかんないけど、まずここに達してくれたのがありがたいというかと思っております。ただちょっと、チャート、ね、これ1日のチャートなので、僕も過去のやつをなんとなく見てるだけなので、あれですけどね。はい。という状態であります。はい。じゃあ、あと7分ぐらいあるので、簡単に、決算のこととかも話していきたいと思います。はい。まず、じゃあ、ここからいきますね。今日はね、勉強不足のとこがあったらごめんなさいね。まず、振り返りも含めて、決算前後のアップルはもうやりましたね。木曜日、決算でもうみんなを救ってくれた、形になりました。はい。悲観から、やっぱりいい会社は、利上げだろうとも、伸びていくんだなっていうのがよく分かった決算と値動きでした。ただ、キャンと上がってるので、ちょっと落ち着くかなと思っております。アップルはね。はい。Amazon ですね。今週の木曜日、金曜日ですか、これは。決算になりますけども、Amazon はもう皆さんも知ってるとちょっと悲観が強い。たまたま昨日は上がってくれたんですけど、見ていただくと分かるように、もうこの1年間のものをこの最近でズドーンと落としまして、で、決算の予定がですね、予測が 3.72 で悪い値出してるんですよね。だから相当サプライズでいい形で決算迎えないとかなり上りも厳しい気はします。まだわかんないですけど、もともと PR も 56.31 で高いんでいいですけど、もう GAFAM は相当いい決算出すかないとキュインと上がるのも難しいと思います。本当今の位置くらいでキープしてくれればいいかなくらいと思ってます。これ
僕の見解とかですので、決算来ないとブーッと変わるかもしれないですけどね。はい。サプライズがあるといいですよね、Amazon も。それでは、次。ここですね。皆さんもこれ気になってるとこじゃないですか。Google と Meta ですね。Google の方ですけども、明日かな？はい。Google は去年くちゃくちゃ上げてるので、去年1年で 66% 上げてますので、で、やっとこう山を下ってきてしまった状態で、この間キュッと上げた決算の予定がめちゃくちゃ高いんですよ。予想が。こうなんでこんな高いの出してるの？予想 27.8 ですよ。なので、これをクリアしてきてくるって相当と思います。わかんないですけど。なんか、まあ、会いたい人は、ここで落ちてきてラッキーと思って、僕もここサポートラインで2535っていうところは一つ熱いサポートがあるので、今のね、ここも下げてるところがそうですよね。一回下げたので、まあ、形状としては、うまく下げてくれればダブルボトムみたいな形にね、なるかもしれませんけども、でも今の状態だとなんか、心のどこかで安く買いたいっていう思いと、GAFAM は決算こけて欲しくない。なんて言うんです？ハイテクがここまで落ちて、このまま、大きい GAFAM が行ってしまったら、もうなんか、やっぱりな、みたいな。利上げだからな、みたいな。なんで3月までどれだけ下がるんだろうみたいな悲観みたいなのは嫌だなと思ったわけですね。だから全体通してまだアメリカの株はやっぱり GAFAM 強いよねって思っていたい希望がちょっと心であるのかなと思います。Google は安く買いたいよりもなんか決算がいい形になってほしい。まあメタもそうです。メタも同じ。ただメタは去年あんまり1年間でそんなめちゃくちゃいいっていうわけじゃないんですよ。3月で、一回ここで夏場も、叩かれたり、あとここ暴落したのはなんかね、インスタと、あれ、なんだっけ、Facebook がシステム障害が起きた時にボコーンと落としたんですよね、これ。で、今回もちょっと決算前に落としてる。ということで、今回実はちょっと怖いんですけど、決算の予想が高いんですね、またここも。で、これに近づいて、もしメタバースとかのサプライズとかの話とかがあれば、面白いかなと思います。ちょっとこういう、前向きなね、期待をしたい。ただ、決算が高い。予想が。3.85。なのでね、はい、希望はそうですけどね。ここも、僕は、まあ今、買いたいというよりも決算を見て、安心したいっていう気持ちが高い銘柄になります。買いたいのはもの別ですけどね。はい。27分でまだもう一個。アリババですね。大丈夫でしょうか？いや、信用していいんでしょうか？この底固めを。見てるとトリプルボトムになってる。まあ俺でもこれ、去年の秋に、テンセントでこういう風に見たのが、似てるんですよね。まだテンセントとアリババが被るっていうか、まあ、なんかオリンピックでなんかいい話もあるのかなと思いながら、ちょっとね、と思ってます。で、ボラティリティが高いんですよね。月曜日も 9% かなんか上がってましたよね。そうそう、9.16 で。これはね、怖いっす。はい。ギャンブルになりそう。1日で10% ぐらい上がる株は、やっぱ僕はもう手出せないです。はい。楽しめないです。気になっちゃって。値動きが。と思っております。アリババは一応前回がこけてるので、予想 PR と、決算がこけてるので、はい。今回は上がってくる予想になってるみたいです。ということで、今途中ですけども、あれいきますね。29分になりました。はい。これ、
こえてる、キャプチャーの方がいいんですよ。ちょっとすいません。これ聞こえてるか、チンチンチンって教えてくださいね。ちょっと待ってくださいね。これわかんないんですね、最近。チンチンチンが聞こえてるか。はい。僕の方は聞こえてましたけど、はい。ゴングが鳴りました、アメリカの。よろしくお願いいたします、今日も。はい、TikTok としてだから見てたらわけわかんねえだろうな。はい。OK。ありがとうございます。はい。それでは、アメリカ相場、スタートします。参ります。ドンと来ました。はい。ダウが 0. 0.1。SP500 が 0.12 スタート。ナスダックが 0.26 スタートで、ほぼレンジスタートです。なんか、そうですね。先物もこれぐらいで今なんかどっちつかずでしたよね。はい。と思ってたので、まあ、穏やかなスタートっていう形になっております。では、ここからちょっと、各個別銘柄の方を見てお花さんもありがとうございます。本当すいません。音響がへったくそで。はい。はい。行きたいと思います。各個別銘柄をパッパーっと見ていきます。金曜日の決算のところも動きがポコーンとあるのもありますかね。ちょっと目立ったとこ先に見ますね。スクエアが 5% 上げてる。ちょっと待ってください。スクエアって決算だった違うかな。しまった。フリーズした。ついに来た。これはマクドナルド出た。エクソンモービルとハリバートンが出ない。システム、ちょっとごめんなさい。ペイパルは違うな。スクエアもっと後だった気がするな。じゃあこれ違うですね、きっと。2月、あれ違う。スクエアはもうど底値ってみんな捉えてんのかな。今でも 4.5 に落ちましたね。4.3 まで落ちちゃってましたね。マイクロストラテジーが 3.4。ちょっと待ってくださいね。マイクロストラテジーは、2月あれちょっと待ってください。マイクロストラテジーが上がっている。ちょっと見ますね。決算出た？出てません。まだ出てません。こっちでは。じゃあこれは違うか。決算前に上げている。ビットコインの関係か。ビットコインと連動してるんですね、きっと。はい。ちょっと主だったところだけ先にバーっと言ってきますね。テスラは下げてます。ちょっとだけ。1.17。あとは、オラクルは、まあそんな変わってないですね。ビザ強いですね。1.3 上げてます。まだ上げてますね。あとはバークシャハザウェイは下げてきました。やっと下げてきましたね。だいぶ。アドビ、まだ大丈夫ね。T モバイルが 0. なんだこれ。T って。AT&T がドーンと落としてます。俺これ見ようと思ってたんですよ。AT&T 確か、あれそう。AT&T を、これ皆さんがどう思うかなと思ってちょっと見てほしいんですけど、AT&T のチャートはめちゃくちゃ下落トレンドです。はい。で、決算の前にぐわっと上がったんですね。で、決算の時にもちょっと今落としてまた落としてますよね。僕はこれちょっとやばいと思ってます。僕はこのチャートあんま好きじゃなくて、高配当で 7.6% で面白いですけど、高配当の場合って下がってきた時に買っても多少下がっても配当があるから、なんていうの？少しは値動き悪くても合うじゃないですか。でも、
これ下がり続ける気もしてるっていうか、ここは本当にトレーダーさんとかの判断もあるのかなと思うんですけど、どうですかね。ちょっとこれは今日思ったことっていうか、こういう高配当の下落トレンドがずーっと続いてるものってどうなんだろうって。で、今ちょうどまた AT&T 今 5% 下げてますよね。いくら高配当でも僕はちょっと厳しいんじゃないかなと思って、ちょっと今日決算後の買うものとかで出した次第です。はい。またちょっとなんかご意見があったら教えてくださいね。こういうのはどうなのかって。ファンダメンタルまで考えるとわからないこともありますけどね。僕は AT&T のファンドをそこまで詳しく知らないかもしれないですけど、テクニカル上の話も多いかもしれないですね。はい。はい。じゃあ続きいきますね。すいません。あ、しまった。なんかちょっとフリーズこいてるぞ。大丈夫かな。はい。他がですね、大きく動いているのは、あとは別に IPO 銘柄が一部、スナップがちょっと上がってる、4.15 なのです。ちょっと上がってるくらいですね。でも穏やかなスタートですね、全体的に。金曜日の決算とかで織り込まれてるものはない、大きくないですね、多分。エクソンモービルも明日だから水曜日にすごい動くのかな。エクソンモービルもそうですね。はいはいはい。スターバックスも確かそうです。また見てきますね。今、相場の動きは、Google ちょっと上げてます。Amazon は変わらず。Apple ちょっと下げてます。しょうがないですね。下げても 0. いくつなの。はい。ということで、ビットコイン系がちょっといいのと、スクエアがど底値かなという動きをしていたりしてる。あとは変わらないっていう感じで、今のところ捉えてます。はい。そうそう。だからね、エクソンモービルね、早く出てる。ちょっと待ってくださいね。さっきね、エクソンモービルとね、シェブロンがね、フリーズしてたんですよ、ここが。出た。ちょっと見ますね。出た。うわ、高っ。しかも超えてる。すげえ。予想 1.94 に対して、結果が 2.05 ですね。すごいいい決算。で、その決算を受けてのこの 1.21 の値動き、相当いい決算じゃないとあれなんですね。ちょっと値動き見ますね。やっぱもう、これっすもんね。これもうなんかほら、投資家の方の心理として、利確したいって思わないで上がってるってことですよね。なんて言ったらいいんですよ。もし決算を織り込んで 1.15 まで上げてるんだなら、まだ持ってたいって思ってるわけですね。この値動きで。普通なら利確するんですけど、まだまだ上がると見てるっていうことかな。エネルギーを。と思いました。すごいですね。僕もすいません。これ、書けなかったので、もうリスクリワードが。もうほぼ一直線だと思って、下がってはいるんですけど、短期間では。これね、ここ、4時間足でも。もうこれ書けないので、リスクリワード非表示にしてて、下がってくるのをいつか待とうと思ってるんですよ。しょうがないので。ここで買う、怖いじゃないですか。買うの。勇気ある人は、コロナ前の水準このレジタポで見て買う人いるのかわかんないですけど。ね。原油も100円までいくかだとか言ってるんですけど、これはここやっぱり買えないです。のでちょっとリスクリワード書かなかったですね。で、もし、エクソンモービルを買うんだったら、ハリバートンの落ちてきた方が、リスクリワードですけど、あとシェブロンとかの方がいいと思います。シェブロンも見ますか？ついでに。あれ？シェブロン出してないかな？
ちょっといいです？エネルギー、ありますね。ちょっとシェブロン見ますね。あれシェブロンも決算出しましたよね。これごめんなさい。決算済みですね、これ。1月29日ですもん。水になってる。積み。黒にして、めんどくさいです。こうやって、終わったら、小さくしときます。測定不能、もうごめんなさいね。エネルギー株全部測定不能になってますけど、ちょっと、知ってるか。いやー、まだ高いか。皆さんだったら、エクソンモービルとシェブロンとハリバートンだったら、どれがいいんですかね。これ全部測定不能になってるから、これ、上昇トレンドが書けないんですよ。これ。全く機能してないんですよね。ここがギリ。本当です。ここがギリですね。もうテクニカルで考えちゃうといけないかもしれない。でも、実はジム・クレーマーさんは、エネルギーは下がったら変えようって言うんですけど、上がるってどこまでよっていうのが、ちょっと正直なとこです。はい。だって、ねえ、ないですもん、サポートが。これ、だってシェブロンもサポートが、無視していいのって思って、こういうのテスラみたいな感じに思えちゃうんだよな、俺。そうですね、この2018年の5月の値が 130？ 今132なので、ここが130ですよ。いやー、ちょっとすいません。ここは本当に買えとも言えないし、下がってきたところで買えよって言われても、僕は今ちょっとだいぶ待たないと買えないです。とにかく自分のトレードルールでリスクリワードが来ないと買えないですね。まあこれは本当人それぞれかもしれませんので、すいません。エネルギーは測定不能になってもずっと指加えて待つという感じになっております。はい。これ計算出てますね。で、また話を戻して、じゃあ決算の、今週のとこまた続きでいきますね。前後しちゃったので。アリババはまあそういう感じ。ツイッターこれまあ別にどうでもいいです。ごめんなさい。もう、ツイッター潰れないですよね。なんですかね、この下落トレンド。本当にビビります。はい。ネットフリックスが底辺這いずったのが誰かがなんか大きく買ったっていうニュースがあって、バーンと跳ねましたね。まだわからないですけど、今日もまだ微妙にまだ下げ止まってます。427で。やっぱ売られすぎたんですね。これビビりましたね。はい。という状態。ネットフリックスは。まだでも、と言っても、今のこの500ぐらいの水準まで戻るのは相当イメージダウンなので、まだそこまで登ってくるとは思えない。と思いますけど、僕は。はい。はい。マイクロソフトは終わってから、やっぱりなーって感じ。上昇トレンドにいらっしゃいますね。マイクロソフト様は。いやーもうマイクロソフトとアップルはね、あれですね、やっぱ持ってくべき株ですね。長期で。結果論ですけど、これは。はい。もう、買えます。買えないとこまで来ちゃったのかな。また、僕も287で1回落ちたのに、1回しかここ来なくって、もうちょっと、ダブルボトムとかしてくれればいいのにって、V ですもんね、これ。はい。なので、まあ、はい。287まで来るまで待つしかない。3月の時まであればいいですけどね。ほんと強いっす。マイクロソフトとアップルはなんかな気もしますね。ガーファの中でも。チャートの形がですね。思いました。はい。次行きますね。じゃ
やば。ペイパルは出た？ちょっと、今日かな？コインベースはちょっとあれです。ペイパルちょっと見てみますね。出てません。2月1日。開けて出るんだな、これ。もう本当、スクエアが上がっているので、なんとか頑張ってください。もう僕は損切りした身なので。はい。ゲーまでじゃない。ちょっと数万損しましたね。はい。ペイパル。やられました。ジム・クレーマーさんもペイパル、買ってて、買えよって言ったけど、いつしか言わなくなりましたね。別に嫌いじゃないと思うんですけど、はい。マイクロストラテジーが、これも今日開けて出るんですね、きっとね。はい。です。デルタはこれちょっとパスです。もうだいぶいいです。スターバックス。さあ、どうですかね、ここが。開けてきますかね。今の最近のオミクロンの関係で店がどうなってるかっていうのが世界中で、スターバックスが開いてるかどうか、時短になってるかとかいろいろあると思います。ただもう、オミクロンで多分ドーンとなったのは間違いないと思うんですけど、ここから決算や何かで意外に持ち帰りが多いか、マクドナルドもそうですね。持ち帰りやなんか他のサプライがあるといいかなと思います。スターバックスは一応決算の予想はちょっと前回より下げてはいます。だけどこんだけ下げてるので、サプライズ期待したいところはあります。Mac は終わりましたけど、本当にこれもApple 同様、Apple と Microsoft 同様、上昇トレンドに乗ってきちゃいました。はい。強いっす。もう、本当こういう銘柄がいいんでしょうね。コカ・コーラもそうですけど、本当に強いんだなって思いました。はい。ただ、Mac は、今度の5月の決算はちょっと下げてます。で、今回の決算も、一応、予想よりちょっと下回ったんですけど、落としたんですけど、上昇トレンドに戻した。ということですね。なので、本当は安く長期で持ちたい方は、マクドナルドは今年とか狙っていいと思います。長期で持つならね。僕は今まで思うのは長期で持つなら、アップルと、マイクロソフトと、マクドナルドと、コカ・コーラと、コストコあたりかな。これほら、好きな人と嫌いな人がいるかもしれない。どうも、ハロー。いつもごめんなさい。今、現地っていうか、何時なんです？朝、8時とかです今。聞いちゃって。時差が分かってないので、朝8時ぐらいなんですかね。はい。で、またちょっと言います。コストコとこの好きなチャート、こういうSP500 みたいなのが好きなんですよ。上昇トレンド、こうやって。ボラティリティは若干あっても、こう、押し目って上昇、押し目あってこんなチャート見せられたらね、そりゃいいと思いますよね。はい。だから、こう、カップイズハンドルとかも行きたいですけど、カップイズハンドルもむずいんですよ。そこまで待てるカップの形をするまで、こう4時間足で見るのが難しい。エクソンモービルとかもしかしたらコロナを隔ててカップイズハンドルかもしれないですよ。ああいうの。はい。なかなかね、はい。あれ短期間でも、形は難しい。だからモメンタム投資っていうかで、右肩上がりのものを探して、押し目をつけて、ロングを狙っていくっていう、もう王道のパターンでね、いきたいなと思っております。トレードの好きな方は、下がったところで、押し目買い。その下がり方で V で行く方もいるかもしれませんし、これはそれぞれだなと思います。僕の好きな形っていうことで。これエクソンやりました。ハリバートン行きましたね。フォード、来ましたね。自動車ですね。
フォードがなんか噂によるといいんではないかなという話をちらほらと聞いてます。これはジム・クレーマーさんの話とかで、でもジム・クレーマーさんもみんなそうですけど、好きな会社とかってあるじゃないですか。例えばCEO の考え方が好きとか、会社の経営方針が好きとか、そういう人柄とかもあると思うんですよね、きっと。だから多分フォードはちょっとジム・クレーマーさんは多分 CEO かなんか考え方が好きなんですかね。GM も好きみたいですね。だからちょっとそういうバイアスかかってるかもしれないですけど、フォードの今のなんかトラックみたいな車がどうもいい決算出すかもしれない。で、今年はもしかしたらフォードがいいかもねっていう話もしてます。去年めちゃくちゃいいのに、これね、去年めちゃくちゃいいのに今年もこのフォードこの上昇トレンドのまま行くんかいと思いましたけどね。ちょっと決算含めてフォードは見とくといいのかなと。もともと僕ずっと思ってたのは、こういう車の会社って指数が1桁だったんですよ。前こう見た時8とか7とか、もうそういうもんだと思ってたので、違いましたね。全然指数的にはこの1年間で2倍になってますもんね、フォード。フォードって結構伝統的なイメージがあるのに、この1年間で2倍になる、ね、株なんだっていうのはびっくりしました。はい。はい。米国は早朝から朝の。そうなんですね。じゃあ、あれなんですね。早起きさんなんですね。はい。すいませんね。だから本当、いつも、遅くに来ていただいてるので、ね、早いんですよね。はい。はい。でですね、フォードの方は、今ちょうどなんていうのかな、買いたいなと思ってるとこのギリギリ 18.68 のサポートライン、今 20.11 ですので、今ちょっと下がってますね。したら、アラート仕掛けてるので、ちょっと、安いんですよ、フォードは。なんかわかんないですけど。470円かける3でいってますけど。はい。1万円ぐらいは買って楽しみたいかな。また出ました。日曜日のポジポジ病みたいな話をしてます。フォード買いたいなって思ってます。1万円ぐらいならいいだろうみたいな。遊んでますよね。で、次 GM なんですけど、これは、ボラティリティが高いですよね。見ていただくとあるんですけど、かなりむずい動きをしてます。GM は。で、僕はここちょっと書いたんですけど、実は GM も買いたい値が 52.7 なんですよ。今、見てください。52.768 ですよね。ちょうど位置的には買いたいんだけど、まだ1回 V になってるだけなので、これを、定番ですけど、ダブルボトムみたいな形で決算超えて、いい、形になれば、買ってもいい気はしますっていうだけですね。ちょっとここね、ボラティリティが GM 高いので、気をつけないといけないっていうか、と思います。決算は、前回よりも予想はちょっと高いので、いい状態かもしれない。だから上がってくる可能性が高い。今、これ下げてきてるのでね。はい。という状態ですね。はい。車の業界がいいっていうか、なんか、これアメリカの方にも聞いていきたいですけど、GM ってもうハイブリッドとか電気自動車とかそういうなんかガソリンなんかすごい GM のイメージって僕まだいけないですけど、ガソリンをすごいアメ車のイメージがすごいあってエコカーのイメージが全然ないっていうか、なんかアメ車なら GM じゃないですけど、これってやっぱ古い考えですよね、きっと。多分もう本当にエコにシフトしてるっていうか、ゼネラルモーターズ GM はそういう、フォードはもうそういうイメージもちょっとあるんですよ。GM はまだなんか燃費の悪い車な気がしてるのは
僕だけですかね、これ。勉強不足かもしれないですけど。またなんかちょっと教えてほしいというか、はい。アメリカはどういう車が流行ってるのかなって気になります。はい。強制的に出して。あ、そうです。一応 EV は出して、みんな強制的にうまいですね。なるほど。本当はガソリンでこう行きたいんですかね。ね、思いますね。あれ、ちょっとこれ、ピックアップトラクトーはアメ車が、あ、そうなんですね。ありがとうございます。ああ、そうなんですね。ちょっと、古い話なんですけど、あれ、カマロっていう車って知ってますか？知らないか、みんな。車の話ちょっとそれますけど、あれって、カマロっていう会社って、GM じゃなかったですかね？知らないかな？ちょっといいですか？ちょっとごめんなさいね。もう、カマロだっていいですか？カマロ出るかな？車の画像。あ、メーカーシボレーだった。ごめんなさい、間違えました。あれ？シボレーってどこだ？シボレーって、あれ？ GM 限定車って書いてあるな。シボレーカマロ。あれ？シボレーは、どこです？アメリカじゃないんですか？何が言いたいかっていう、シェビーって何すか？シェビーって何すか？シェビー？もうちょっとわからんぞ。シボレーカマロ、シボレーカマロ。シェビーっていう車ですか？実は、1980年代、僕が中学生かなから高校生ぐらいの時、シボレーのことを、なんでか、そうなんですね。シェビーって言うんですね。知らなかったっす。なるほど。ですね。ちょっと家庭の事情等で今ちょっと僕、お父さんが違うところにいるんですけども、当時、僕の親父が、1980年だから何年前だ？ 35年ぐらい前ですよね。カマロ乗ってたんですよ。はい。で、すっごいみんなに冷やかされて、僕は小学校の、お家が小学校の近くにあるんですよ。で、そうすると登下校で、僕んとこのお家のカマロを小学生が見るんですね。小学校が通学路だから。そうすると、やっぱり、かっこいいと思うやつと、なんか、お前んちの親父はヤクザかみたいな言い方をされて、シボレは GM のブランド、そうなんですね。ありがとうございます。そうなんですよ。そういうで、しかも、すっごい燃費が悪くて、リッターね、4くらいじゃなかったかな。なんか80リットル、当時、ガソリンが80リッターか90リッターぐらい入ったんですよ。見てびっくりしましたもん。このくせ全然走んねえなと思って、もうガソリン振りまいてるなっていうイメージが。それで僕、ごめんなさいね、カマロのイメージがあって、その GM とかもそうですけど、アメ車燃費悪いっていう、なんか昔からのイメージがね、出ちゃってるんですね、これ。はい。どれだったかなこれ。昔のカマロなんかあるかな？ちょっと今のかっこいいカマロよりもっとごっつい感じでしたけどね。いや、これでもないな。ちょっと今、見てますけど。ちょっと新しいですけど。はい。シボレが出てくるな。すいません。ちょっとパッと今ここまでシボレカマロ、これじゃないです。これ2代目って書いてあるから。4代目か3代目かな？じゃあ。はい。ちょっとでもうちの親父もあれですね。ちょっと半分、どうなんだろうと思いますけどね。別にヤクザではないですけど。なんか、
なーって思いますけどね。とんでもない。言っていいのかと思いましたけど。はいはい、すいません。まあちょっと、やっぱ、そうなんですね。ブイブイ鳴らして男性が走ってます。あ、今もアメリカブイブイ走ってんですよ、こういう車が。やっぱ。ねえ。日本だとどうです今。ブイブイ走ってる車っていうのは、こういうのはあんまり見ないですよね。ボルベット乗ってたんですね。まあ、なんか同じ世代の、なんか似てますね。ボルベット。かっこいい。なんかビーズの歌とかで出てきそうですよね。ビーズとか出てきて。もう若い子たちビーズも知らないんじゃないかな。はい。はい。まあそういうなんか感じですね。改造車走ってんですね。バブリーですね。はい。はい。まあそんな感じ。まだずっと脱線して申し訳ないんですけど、僕はあれですよ。ポルシェ914っていう車に、一時期乗ってました。もうそれも燃費悪かったですけどね。はい。はい。これよりは悪くなかったんですけど、はい。まあ、ちょっと、生きがってる時期もあったってことで、なんか昔ってちょっとこう悪ぶってる方がいいとか、なんかそういう時代じゃなかったです。なんかいい車乗ってこう、ほら、みたいな。ワールドスピード。はいはい。そういう時代でしたということでね。はい。いかですね。もう脱線しまくっちゃいました。はい。ですね。では、フォード、GM と言ったので、あと、ちょっとで今日はすいません。終わりにしたいかなと思います。ちゅうか、あんまり実は決算に対して注目はしてるんだけど、銘柄で、あといくつか気になる、もし、決算のやつ見たいっていう方がもしいたら、ちょっと言ってくださいね。僕どうしてもGMO クリック証券の米国株で70銘柄、主要銘柄を言ってるので、もっと広いふうに、考えれば、いい銘柄もあるかもしれないので、分析してないだけっていうか、70銘柄しか、まあ、70銘柄でも多いんですけど、はい。それ以外でも、知ってるのもありますしね。ただ、チャート表示してないのもありますのでね。はい。そうですね。この次、モルガン・スタンレーとアフラックですね。アフラックが、保険会社が、まずこっちからいくか。決算が2月2日、今日あります。で、これも高く来ていて、保険会社が、ので測定不能になっております。増配銘柄です。中国の方の日曜日やった保険会社はちょうど買い場が来てるかなと思って春節になって休みになっちゃったので、ちょっと週明け、ピンヤンとか見たいと思うんですけど、アフラックはね、まだ、いいなと思ってます。決算は悪いっていうか、前回の決算は予想はるかに上回っているんですけど、今回も予想がちょっと低めであります。配当がまたちょっと上がりましたね。2.6% になりました。はい。です。PR は、低いですね。まあ長い企業ですから、10.11 ですね。これでお求めやすいの？いやー、やっぱ僕はここのとこまで待ちたいですね。はい。アフラックは、落ちてくるのを待ちたいなと思っております。で、落ちて待ちたいなと思ってたのに、行ってしまった銘柄が、モルガン・スタンレー、行っちゃいました。もうなんか発射しちゃいましたね、これ。もう2回つけたんですけどね。はい。変えた人はおめでとうございますですね、これは。ここで3回やったのに。本当にどんくさいです。これは。と思いました。ちょっとまあ、
銀行買いたいなと1個思ってて、モルガン・スタンレーがその決算前にガンと下げて、ちょっと様子見てたのに、やっぱこのね、ハイテクのね、落ち方とかを見て、銀行も利上げの関係とかでまたちょっとなんかなるかなと思っていた言い訳ですね。はい。ちょっと後悔をしています。あ、お疲れさんです。はいはいはい。ね。はい。ありがとうございます。おやすみなさい。あ、何ですかこの、清水さんもありがとうございます。はい。もう僕もちょっとしたら終わりますんでね。はい。ありがとうございます。これ、ティッカーコードって何です？GSK ですかね。ちょっと見ていいですか？アップルとかちょっと入れます。ですね。おやすみなさいね。GSK 出るかな？これ何て読むんですかね。ラクソスミスライン？違うかな？多分、ティッカーコードは合ってました。読み方がすいません。分かってなくて。まずじゃあちょっと、せっかくなので、やりたいと思います。TikTok の方も多分生でこういう風に、線打ってるのも見たことないと思うので、見てない人も多いので、まずね、ちょっと、見ます。エルステクノロジーで、薬品メジャーという風に書いてあります。エルステクノロジーってあれ、なんだっけ、ペラドックとかああいう系の銘柄ですかね。ちょっと僕、ペラドックとかなんか聞いたことあるのがそういうの。あと P&G も違うか。あれはヘルステクノロジーじゃないか。あれなのか。はい。検査系とかありますよね。まずちょっとファンだから見てきます。配当が 4.46。ちょっとこれ書くか。GSK。4時間値。はい。で、40にしといて。で、配当が 4.46。まあ、高いですね。配当金が。高配当にしときますね。4.5%。大きかった。それで、決算が2月の9日。予想はちょっと下回ってますね。前回予想、前回がめちゃくちゃいいですね、これ。決算が2月の9日。はい。いう感じですね。で、これパッと見ていくと、まず、ちょっとテクニカルかパッパーと書いていきますね。4時間足です。さあ、レジサピ赤いとこありますね、今。直近からいきます。はい。5本いきました。上昇トレンドいきます。200日もかなり上行ってますね。ちょっといいですか。待ってくださいね。はいね。はいね。これ今持っている感じですかね。これすごいいいですね。もし持ってたらこれ P&G よりいいかも。形がちょっと P&G に似ている。
と上昇トレンドが高い位置に行き過ぎてるので、ちょっと合わせるところが難しいですけど、はい。下落トレンドが問題ですね。落とし方が急な落とし方してるのもあるので、もうちょっとボラティリティありそうですね。ほい。OK です。一番確率が高いだろうっていうところに当てました。で、持ってない人だと、この決算でもし下げたら、下がる位置は、ここですね。43点。あ、ごめんなさい。これなんか変なの。現在の価格が、45？ あ、なるほど。43.39 が厚いサポートがありますね。で、上がってきたとき、下がってきたときの状態をちょっとリスクリワードシミュレーションします。ロングポジションの差が、こんなとこまで下がる。でも、ここありそうですね。リスクがここで、リワードが今のところ。ただ、もし長期で持ってたら、これ、新高値もトライしてもいいと思う。もしこれ、新高値いけるようだったら、それは上昇トレンドなので、これが。どっちかというと上昇トレンドです、これ。なので、持ってれば、下がっても、売るとしても、ここまで下がってたら売るかな。新高値も目指せるとこですよね、これ。新高値だと思うんですけど、ごめんなさい、で、青が、違う。これ1個一段上げるわ。これを一段上げて、これを青にして、で、点線と、ずらして、いかん。決算が、これ大きくしよう。リスクリワードは、ちょっと良くないな。ちょっとごめんなさいね。リスクリワードは良くない。損切りラインを1個上げないといけない。なるほど。トレード自体は良くないですけど、持ってればですね、これ。この 43.39 は、いいトレードではない。なぜならば、今、現状が上昇トレンドの上にいるから、かなり下がってこないと買い場とは言えないというか、なんつうの、上昇トレンドの下？もっと言うなら、本当に持ってなくて買いたいならここですよね。はい、ここです。どうしようかな。ちょっと、こうしますね。一段下げてみますね。コストリスクリワードが成立するかもしれない。この方がいいですね。ここまで下がってくるかわかんないですよ、これ。買い場です、これは。買ってない人が買うんだったらですけど、下がってきたときはここ熱いので、ちょっとそこだけ書きますね。42.83 に1段落としました。はい。それから、大きくしますね。これでも、
決算良かったら最高値行くような勢いもありますね。はい。なので、落ちてきた時に拾いたい人の形になってます。チャートはいい形してますね。41.14。41.14。で、こうね、毎日3時間か4時間ぐらいこうやって遊んでんですよ。で、今最近 TikTok でライブやってて、昼間、こうやってブツブツ言いながらやってて、聞いてる人いるかわかんないですけど、なんか、もう、TikTok のライブ感覚じゃないですね。もうなんか自分が勉強したいので、カメラ回してるぐらいな感じ。45.67。これは、持ってる人は 45.67 で売らなくていいと思います。トレードしたい人、レバレッジかけたり、信用取引の人は最高値付近で売ってもいいっていうだけで、今持ってる人はこの上昇トレンドで最高値で絶対伸ばした方がいいです。これはだから低くここで買う人が利確をするための目安を出してるだけ。はい。今の状態は決算でちょっとここ上がってくるかもしれません。持ってるんですね。はいはい。と思います。はい。プライス、グラフソスミスライン、イギリス、ADR ですかこれ。イギリスのメーカーじゃあこれ税金安いやつ ?ADR なのかなじゃあ、あれですか、アストラゼネカとかああいうイメージでいいのかな？ごめんなさいね。あんまりあれ知らなくて。いいですね、この銘柄は。いいと思います。僕はこのチャート好きです。ここすごい面白いですね。なんすかこの逆三尊、でっかい逆三尊は。三尊ってなってますね、ここが。ここ。テクニカルでも面白いですね。ここで変えたらすごいです、これ。面白い。と思います。はい。頑張って、持ち続けてください。まだいけると思われます。配当も高いし、かなりいいですね、これ。はい。羨ましいと思います。ということで、これちょっとまた追っかけたいので、ウォッチリストに入れますね。米国の方に。はい。という感じで、これちょっと必要証拠金とか銘柄わかんないので、お金の方は入れません。のでね、ご了承ください。スナップも出してますね。ここですね。はい。はい。OK ですかね。じゃあ、こんな感じで書きました。はい。それでは、もうそろそろ、あと出してないのあったかな？もうこれくらいだったかな？なんか宇宙開発のとこ出そうかな。メルク出したっけ？メルクが、似てますよね。このメルクも、わかんない。メルクと今の、GSK が似たようなものって言ったらちょっと知識不足でごめんなさいね。ここも、僕はちょっと似てるかなと。似てるっていうのは、チャートの最近の形と、メルクが、ファイザーと提携したりとかもあるっていうこととか、決算が割と近いということでちょっと似てると思っております。上昇トレンドからちょっと勢いがいろいろあったり、ボラが高くなってまた上昇トレンドにいて、2月3日、決算が、ちょっと前回と変わらないですけど、どう見るかですね。はい。まだ上昇トレンドにいるので、下がってきたところで買いたいという形になっております。僕はこれ上昇トレンドとして見ています。配当も高い。
いうか、今のさっきの GSK の方が全然いいですね。メルクの方が、なんか、どうかなと思うようになっちゃいました。はいはい。という感じです。まあでも、どんどんね、なんかよかったら、僕好き嫌いで言っちゃう時がありますけど、見てください。あ、TikTok の方もちょっと今、質問が来ているので、もうちょっとしたら終わりますけど、はい、初見です。米国株 S&P でした。はい。だだ下がりとかで今購入してもダメでしょうか？なるほど。どうしましょう。ちょっと話が長くなっちゃうといけないですけど、ちょっと今 TikTok の方の質問とかがあったので答えますね。これ今見えますかね？これ S&P500 の4時間足、4時間での足ですね。チャートを見てもらって、これ今、4時間足から長期で積み立てをしたい方とかですよ、これは。この長期目線っていうのを一回ちょっとお見せしますね。じゃあ、週足というのに変えます。1週間で1回という形です。いいですかね。で、今買いたい、今売りたいっていうことか、長く持っていて今が安いから買いたいかっていうことで、質問の回答が変わりますけど、今僕がまず初心者の方だと思いますので、長期でこれから買って持っていたいなと思われてると思って回答をします。これ何年からかっていうと、2020年の最初のコロナがあったところがちょっと見にくいかもしれないですけど、この、地点です。丸で囲ったところですね。これが、2020年で 30% 落ちたコロナの水準です。ありますかね。で、今の落ちてるなって言われてる水準、見ていただくとわかるかな？ちょっと書きますね。ここです。はい。2020年の3月の落ちがこれ。みんなわーわー騒いでて 30% 落ちました。で、今が落ちたって言われてるのがこれです。これを見て長く持ってて、今はすごい落ちてやばいよとは言えないとは僕は思います。はい。で、購入するんだったら長期で持つんだったら今でも全然大丈夫かなというのを言えると思います。ただ、ここで3月に下げるよって言った時に、じゃあ、このコロナのように要因があって金利が、ね、利上げとか言われていて、なんだ？どこだ？これか。このチャートがですね、3月に、落ちますかって話ですよ。ここ。見えます？で、これあったら大変ですよ。確かに、この200日が近づいているんですけど、いろいろ理由はあります。実は、今日、2月1日だから、今日、月足チャートは確定した？ 1 月31日の月足チャートを確定すれば、ちょっとごめんなさいね。今日、アメリカの相場って、1月31日の相場今日は。アメリカは1月31日？今日の6時に、今日の相場で月足が確定するのかなとするならば、今日実はこの今、SP500 が4499なんです。はい。これが4400、今4500になりましたね。4400まで落ちなければ、だいぶいいです。買い場と思ってください。下がってもそこまでめちゃくちゃ下がらないと僕は思います。はい、少なくともこれ今、お絵描きで描いちゃったの3500ですけど。3500あったら世界が発狂しますよ。本当。
ちょっとごめんなさい。このお絵描き、暫定お絵描きなのですいません。だから、それより、もしこれから積み立てたいっていう方だったら、ぜひね、節約とかをして毎月いくらぐらい入れられるんだろうなっていうことで、こちらの、これカマロですけど、すいません。楽天趣味レと言いまして、今日これ最後で終わりますね、これで。喉があるなと。楽天証券さんのシミュレーターといって、こちらの、サイトを使って月々にいくらぐらい積み立てる、SP500 積み立てれるかな、何年できるかな。で、例えばこのリターンっていうのはできれば 6% っていうのを平均で入れてもらって計算して、例えば月に25,000円 SP500 に入れようかな。で、あといつまで頑張ろうかな。20年。入れて、25,000 6%。20年積み立てた数、ゼロからスタートしてね、貯金がなくても、はい、ゼロからスタートして、計算と、不正が出ました。すいません。半角になってるかな？どうだ？全角だとこれ出ないんですよね。ごめんなさいね。はい。これだけは、大体です。ちょっと待って。全角だったのかな、これ。これどうだ？出た。25,000円を毎月20年間で年利 6% って入れていただくと、積み立てたお金とほぼ倍のお金で、になるよと。2倍にお金がなるよっていう計算になります、これ。はい。で、6% っていうのは、アメリカの相場の、30年、40年ぐらいの平均のリターン率を表してます。で、去年、一昨年と SP500 は 30%、異例な上がり方をしたんですけど、それを、6% と考えれば、でも、下がってきた時に変えようっていうのは、この積み立てを考えていただければ問題ない。どちらかというと、いくら自分の生活資金から投資に回せるお金を節約して、残りでやって少しずつ投資をしていく中で、いつもは上がっていかない時もありますけど、こういう信じてやってもらえばいいかななんて思ってます。はい。僕も積み立てをしてますしね。皆さんもきっと今いらっしゃる方は積み立てしてる方もいると思いますのでね。頑張ってほしいなと思います。はい。ですかね。はい。それでは、今日は、こんな感じですいません。12時半になりましたので、おぎままの話をしたんですけど、終わりたいと思います。木曜日なんですけど、一部決算が残ってるのがあるので、それをちょっと紹介して、久々にコモディティ、金と銀と農業商品、それからバラエティ部門っていうのの銘柄を、ちょっと、紹介したいなと思います。で、うまくいけばリートもね、不動産の方も紹介できればと思いますので、ちょっと銘柄どれだけ紹介できるかわかんないですけど、やっていきたいなと思っております。はい。疲れましたね。やっぱ、今日準備不足だったけど、皆さんがいろいろ言ってくださったので、はい、持ちました。またこれからもね、どんどん勉強していきたいと思っておりますので、またよかったらね、遊びに来てください。で、TikTok の方は、昼間とかちょいちょい勉強とかしてるので、登録していただくと、面白いことやっとるなって、こうやって、この、図を書いてる様子とか、もうブツブツ喋りながら、やってます。で、興味があったら、また見て、くださいね。はい。ということで、ニュースを、ちょっとここで、出して、30分ぐらい出してね、終わりたいと思います。じゃあ、皆さんとここで失礼いたします。どうもありがとうございました。失礼します。